どうも皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田と、スカッチです。よろしくお願いします。お願いします。私どもつくもと言いましてですね、革製品のメンテナンスサービスやってます。インスタもブログもやってますんで概要欄からチェックしてみてください。革製品のメンテナンスサービスやってるっていう、僕らのチャンネル見てる人、靴磨き屋さんなのかなって思うじゃん。うん。まあ確かに僕はもともと靴磨き職人だったんですけど、今のサービスって靴磨きっていうよりもケアだよね。そうだね。革に関してのケアだね。ケアだよね。もうなんか綺麗にするっていうのはもう大前提当たり前で、状態改善みたいな、そういうなんか革のね、なんて言うんだろう、健康診断とかもやってるじゃん。うん。そういうとこがメインだよね、最近ね。そう、だから靴だけじゃなくても名刺入れとかね。あ、そうそうう。そう。そういうのも全然いけますしね。革靴のね、なんかもう最近現代靴磨きだと、靴をね、パリッパリにしちゃったりするから、うん。まあ、そこをね、ちょっと困ってる人とかも結構いて、その辺がね、僕らで解決できればいいんじゃないかななんて思ってやっております。はい。でですね、今回やっていくのはなんですけれども、はいちょっと久しぶりなんじゃないかなわかんないけど、靴学になります。靴学ですか。はい。靴学はもう本当に終盤ですよ。正直。だいぶ、正直いろんなブランドやってきてますから。はい。もうなんか、あっちゃこっちゃして、もう俺世界一周したんじゃないかっていうぐらい、その話してますから、はい。はい。もう終盤になるんですけども、終盤に来てね、皆さんが知ってるブランドが入ってました。これは知ってるね。はい。やっていくのは、ティンバーランド。はい。ティンバーランド皆さんどういうイメージ持ってます？つかちゃんちなみにティンバーランドどういうイメージありますか？もう歯に衣規制の意見をください。ティンバーランド、なんかそんな高級じゃないのかなみたいはいはいはい。な。なんかまあやっぱチャーチとかそこら辺の名だたるイギリスとかのブランド、まあ有名なブランドに比べると若干ちょっと劣るのかなみたいな。まあまあ今までのね、靴学では、じゃないんですよっていうことを動画にしてたと思います。今回はそうです。はい。僕のイメージなんですけれども、高校生とか中学生ぐらいからみんなティンバーランドを一回は履いたことあったりとかするんじゃないかなっていう。僕はティンバーランドじゃなくて履いてたのレッドウィング履いてたんですけど、まあそういうとこもあってね、ティンバーランドちょっとバカにされがちなんですよね。日本だと。まあそうだよね。まああとね、ABC マートが一度でも扱った靴ブランドは地に落ちるんだよね、評価が。なんでなんだろうね。やっぱ ABC マートって、まあいいじゃん。買いやすいじゃん。いろんなブランド置いてあるし。全然いいと思う。で、価格もさ、別にそんな高いわけじゃないから。なんでかわかんないんですけど、ABC マートに一度でもね、扱われたブランドは地に落ちるという。まあなんかね、コンセプトの違いだと思うんだよね。俺 ABC マートが嫌いなわけじゃなくて、うん、それで ABC マートは、なるべく安くみんなに面白い靴をこう見てもらおうっていう、うん買ってもらおうっていう、コンセプトだと思うんだけれども、その靴好きが好きな靴って、とにかくいいものをみたいな、方で、多分そこに乖離があるから、うん、みんななんかイメージ悪くなっちゃったっていう人が多いのかもしれないんだけど、まあそんなことはないと。まあそうだよね。もちろん同じ価格でどっち買うって言われたらそれはいい靴買うけど、そういう問題じゃないじゃん。価格が全然違うんで、そこをね、同じベクトルでね、こう判断するっていうのは間違ってるのかなって思うんだよね。でも全然買っていいと思うしね、もう。全然いい。胸張って。胸張って買っていいと思う。まあ今はね、流行来てるかって言われると来てないから、ティンバーランドのね。まあ流行に左右される人はね、あんまりちょっと違うかなと思うかもしれないけど、別に流行じゃなくてね、自分の好きな靴履きたいんだって人であればね、買っていいと思いますから、今回はその歴史を遡ってね、どういうブランドか説明していこうと思います。はい、物語のスタートはですね、創業者、ネイサン・シュバルツさんっていう方がいるんですよね。この人もしかしたらドイツ系のアメリカ人なのかもしれないね。名前的にね。この方がですね、ボストンでね、靴屋さんを始める。ここがね、もう本当に物語の大きな、こう、スタート地点になるんですね。1955年にですね、ボストンシューカンパニーっていう、会社をですね、子会社化するんですけれども、まあ、このあたりからね、靴の生産を本格的にやっていこうぜっていうのが、まあ、始まります。で、1973年にですね、その、会社をね、子会社化してその会社が作っているもののラインの、その一つのブランドっていうか一つの靴のモデルの名前がティンバーランドだったんですよ。だからこう、大元の名前は違ったみたいで、ティンバーランドっていう靴もあるよね、みたいな感じだったんですが、このあたりからですね、ティンバーランドっていう会社名に変えてですね、ブランドをティンバーランドにしていく。だからまあとにかくね、ティンバーランドを、中心に扱ってるんですよっていうところをアピールしていきます。で、2011年にですね、まあやっぱ不況の時ですからね、まあそこで、まあオイルショックの影響とかもありましてですね、VF コーポレーションに、買収されてしまうっていうような、まあ大まかなストーリーで言ったらこんなもんですと。なんですけれども、細かいところがね、いろいろあるんでね、そのあたりをお話ししていきます。でね、まあこのティンバーランド、ネイサン・シュバルツさんはですね、まあ何をやったかっていうとですね、とにかく防水性に優れた靴を作ってたんですね。で、独自の製法を使ってですね、外から全然水入っていきません。さらにね、防寒性も高いっていうようなところで、とにかく足を守るっていう意味での靴をね、とにかくいっぱい量産し続けるんです。
で、そこにはコンセプトが影響してまして、自分自身を発見し、理想を貫く強い意志を持つことっていう風に言っていて、とにかくね、いい靴が作りたいっていう自分自身、それをね、貫くっていうところが強かったのかなって。だから売れ線にならなかったブランドなんですよね。だから、とにかく、いや、防水あった方がいいっしょみたいなことで、防水性を高めていったことによってですね、こっからですごいのは、1973年にですね、完全防水のブーツを発表するんですね。で、これがね、世界初なんですよ、完全防水っていうのは。で、そのモデルがティンバーランドだったんです。なんですけど、いずれそれが社名になっていくと。とにかくその完全防水が革新的すぎて世の中に認められていったっていうのがわかりますよね。で、完全防水であったりだとか丈夫なものなので、ハイキングだったり、登山靴としてすごく使われるようになっていくんですけれども、次第にですね、市場が動いてですね、実は別のところから買い求められる声がすごく大きくなります。これがですね、ヒップホップなんですよね。ヒップホップだったり、あとサーフガールみたいな、そういうファッション的なところに取り入れられていくんですよね。で、靴っていうのはもともとファッションのものであるっていう考えを持ってる人はティンバーランドをちょっとバカにしがちなのかもしれないんですけれども、靴っていうのはもともと歩行を補助する道具なわけですよね。足が守られてないとそもそも靴としてどうなのみたいなところなわけじゃないですか。なので、ティンバーランドはそこ発信で、そこでやり続けてたんだけど、お客さんの層が気づいたら変わってたっていうね、ちょっと面白いブランドなんですよね。で、皆さんがティンバーランドって言われたら想像するようなね、靴、あれをね、イエローヌバックって言われたりするんですけれども、それがですね、流行ったのもこの時期からでして、もともとはね、アフリカ系アメリカ人の、人たちがですね、好んで履いていました。そこからね、世の中に火がついてみんな履き始めてっていうところなんですよね。つまりは、これ、とにかくいい靴作ってたら、たまたま売れちゃったブランドなんですよね。でね、これね、ティンバーランドはね、本当に運がいいブランドだなとは思うもののですね、こっからね、さらにティンバーランドのね、心の美しさっていうところ、シュバルツさんのね、心の美しさっていうところが出るんですけれども、ティンバーランドってそもそもは登山靴だったりハイキングに使われる靴を売ってましたと。で、気づいたら、なんか、ファッション系の人たちに売れてるぞっていうことで、売り上げを増産しましたと。っていうことなんですけれども、僕らの起源はやっぱりアウトドアであるっていうところもあってですね、アウトドアへの社会貢献っていうのをどんどん取り組む会社になっていくんですね。で、例えば木を100万本植えるみたいな計画を立ててやったりだとか、あとはアウトドアの環境改善っていうところもあって、砂漠化を食い止めるとか、緑化計画みたいなのにどんどんお金を使って売り上げをね、そういうところに使ってボランティアみたいな社会貢献してる会社になります。こういうことをブランドの歴史を知って聞くと、思ったよりもバカにできないなって思いませんか？で、さらに、いや、待ちばきでティンバーランド履いてるやつダサいっしょって思ってるそこのあなた。ティンバーランドはそもそも待ちばき用に作られてないから。ハイキングとか登山靴用に作られてる防水靴なんですよ。そう考えると、勝手に待ちばきしてるやつを勝手に批判してる人、その人ってちょっとよくわかんないんですよね。ティンバーランド側のブランドの意思としては、緑地化計画とかもね、やってるだけあって、アウトドアの靴を作ってるんですよ。アウトドア、山とかで履いてほしいんです。それを勝手に、アフリカ人のね、アフリカ人じゃないわ。アメリカ人、アフリカ系アメリカ人が、これ待ちばきでいけてるっしょつってイエローのバッグ履き始めました。で、それをいろんななんやかんやで伝来した日本の文化として、これ面白いねって言って履いてるやつ、そいつをディスってるあなた意味がわかりません。それどういうことっていう。ティンバーランドはもともとアウトドアの靴を作るメーカーですよ。だから、山で履いてて、その機能がどうこうって言うんだったらわかるんですけどね。消費者がね、勝手にアウトドアのやつを待ちばきにして、それがダサいかどうかなんてティンバーランドからしたら関係ないわけなんですよね。だって僕らは登山靴作ってるんだもんっていう話なんですよ。はい。なのでね、ティンバーランドは、僕は山登りとか行くときにね、あったらいい靴なんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたというブランドなんですよ。いやー、面白いですね。そうでしょ？なんか、ファッション系のね、人には確かにファッションとしては僕はティンバーランド履かないかもしれない。履かないかもしれないけど、ティンバーランド側はそんなこと思って作ってなかったっていうね。僕も含めて、リスナーさんもね、ちょっともしかしたら、ちょっとね、勘違いというかね、思い違いをしてたかもしれないもんね。そうそうそう。だからイメージが変わったんじゃないかなって思います。いや、僕もね、ABC マートでね、強い意志を持ってね、買いに行きたいと思います。ティンバーランドのね、コンセプトをもとにね、本当にそんなことやってるやつおらんぞ。強い意志を持って、強い意志を持って自分自身を発見してね。ティンバーランドください。うん、確かに確かに。ありですよ、全然。それを求めてるか、ティンバーランド側も。そうそうそう、そうなんだよ。ティンバーランド側も別になんかファッショナブルに履いてくれなんて一切思ってないんよ。強い意志を持って、だから自分を発見するっていうところもあってさ、アウトドアって結構自分との対話みたいなのもあったりするじゃない。うん、だからそういうところもね、ティンバーランドはね、なんかこう一気通貫でこう貫いてる部分があるなっていうふうに思いますよね。
そう我々のまあティンバーランドへの貢献としては ABC マートに行ってこれくださいって、うん。以上。以上、それのみ。それがダサいかかっこいいかじゃない。まあそもそもね、かっこいい靴作りたいって言ってないからね、ティンバーランドは。そうね一切言ってないからね。それがまたねいろんな緑化計画とかの貢献にまたつながるそうそうわけです。そうそう。すごくね、エコなシステムが回るんじゃないかななんて思ってね。まあ僕らのつくもっていうのもね、捨てるものをなるべく減らそうよというところでね、環境と消費をまあ再構築していこうよっていうところもあってですね、今革製品のメンテナンスやってます。で、実際にね、捨てるはずだったものをね、送ってもらった、それで僕らがケアしました。まだまだ使いました。ありがとうございますという声もいただいてます。まあ、そう考えるとですね、マジでね、今、環境汚染の問題がね、すごく深刻なものになってるのでね、こういうティンバーランドとかにお金を使うっていうのはね、社会貢献の一つなんじゃないかなというふうに思いました。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、インスタ、ブログ、川のメンテナンスサービスつくももやってます。概要欄からぜひチェックしてみてください。もしよろしければ上の動画も見てください。見てね。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。